この動画はご覧のスポンサーの提供でお送りします。ちょっと今日の動画はスポンサーが多いんですが、三軒電機、モーデック、イノテックから共同で依頼をいただきました。動画の内容としては、回路シミュレーターと実際の回路がどのくらい一致するのかを検証するというものです。なぜこんなことをするのかというと、例えば回路シミュレーターである程度のところまでモデルの精度を高めて、実際の回路の動作波形とほぼほぼ一致させることができたとします。そうすると実際の回路を作った時にここで問題が発生したとしても手戻りを少なくできたり、回路を作り始める前に問題を発見できたりします。短期間で製品を作っていくためにはシミュレーションであったり、そのシミュレーションの中に使うモデルというのが非常に重要です。今日はこのシミュレーションを有効活用してどうやったら実物の回路とシミュレーションの回路を近くできるのかというのを検証する動画になります。この動画スポンサーが3社いるのですが、それぞれが何を担当しているのか一旦確認します。まずモーデック社が提供しているシミュレーション専用の半導体デバイスモデルを使ってコンピューター上で直流電源の回路シミュレーションをします。そこの回路シミュレーターにはイノテックが代理店をしているオアキャド P スパイスを使います。そして最後に半導体会社の三軒電機が作っている電源 IC を使って AC アダプターを作ります。半導体のデバイスモデルを使った P スパイスシミュレーションと実物の回路がどれくらい一致するのかを確認します。ここで重要なのが電源 IC などの半導体のモデリングと受動部品のモデリングです。正直言うと特に半導体のモデリングの技術というのはかなり難しいのですが、それが実物とどのくらい一致するのか、そして電源 IC のデバイスモデル、半導体のデバイスモデルが実際の業務でどれくらい使えそうなものなのかというのを実際に検証していきます。シミュレーションを開始する前にまず実物の回路から見ていきます。 AC アダプターの中身です。コンセントから来ている交流電圧をノートパソコンとかで使う直流電圧に変換するフライバックコンバーターの回路です。この回路は 100W くらいまでの AC アダプターでよく使われます。まず簡単に回路を見ていきます。左の方がコンセントからの交流の入力、そして右側が直流の出力になります。この赤いのはフィルムキャパシター、そしてぐるぐる巻いてあるのがコモンモードチョークです。裏面を見てみます。この部品は交流電圧を直流電圧に変換するブリッジダイオードです。そしてそのすぐ後ろに電解コンデンサーがあります。直流電圧を並活化します。こちらにあるのが電源 IC STR6A161HVD というやつです。フライバックコンバーター用の電源 IC なのですが、中に制御回路と MOSFET が入っています。外部回路が必要ないのでこういうのを使うと便利です。そしてフライバック変圧器があります。この真裏にフライバック変圧器があります。交流で直流になって、ここの電源 IC でいろいろスイッチングすると。そして直流側に 25V470 マイクロファードの比較的大きめの電解コンデンサーが2つ並列になっています。ここからはシミュレーションをやっていきます。実際の製品などを作る場合は散々シミュレーションを回した後に実機を作り始めます。設計してシミュレーションして実機を作り始めるというのが正しい順番です。なぜシミュレーションをするかというと、実際に実機を作った時の手戻りを少なくするためです。シミュレーションをして各部の定数を詰めた後に実機を作り始めます。例えば機械系のものづくりで考えてみます。実物をいきなり作り始めるなんてことはしないで、まず CAD ソフトを使っていろいろ設計するかと思います。場合によってはその設計したものが構造的に問題ないかを応力解析であったり振動解析であったりコンピューターの力を借りてシミュレーションすることもあるかと思います。それで問題ないことが確認できてから実物を作り始めると。電気回路についてもやはり同じです。回路 CAD で設計して、その後に回路シミュレーターで問題なく回路が動作するかを確認します。動作が確認できた後にようやく実機の製作に進みます。こちらのシミュレーションもどのくらいのレベルでやるかというのが結構重要になってきます。時間と予算の配分にも関わってきます。一つ例としてこの動画で使うフライバックコンバーターの回路を書き出してみました。まずは回路図だけを書いた状態です。この状態である程度部品の定数や定格などを決めていきます。例えば今回の場合電圧は 15V、そして負荷には 1A が流れると。そうしたらここのキャパシターの耐圧は例えば 25V にしようとか、電解コンデンサー使うのか、それともフィルムキャパシター使うのか、積層セラミックキャパシターを使うのか、あとは静電容量を何マイクロファラッドにしようとか、そういったことですね。
ここのダイオードについても電流が 1A 流れるので、例えば安全率を見て 3A にしようとか 5A にしようとか、そういったことを考えます。次に回路シミュレーションを走らせて目的とする動作に近づくまでそのシミュレーションをですね、何回か繰り返していきます。例えばここの回路の定数を変えたりだとか、スイッチング周波数を変えたり、ここの結合がどうとか、キャパシタを変えたりとか、そういったことです。さらに回路に乗っている部品もどの程度のレベルでシミュレーション上で再現するかも考えます。例えば抵抗の場合、理想的な抵抗は抵抗の成分だけですが、実際にはリード線のインダクタンスの成分が見えたりします。他にもキャパシターの場合、理想的なキャパシターは C の成分だけですが、実際のキャパシターを見てみると微小な抵抗成分や微小なインダクタンスの成分もあります。こういった理想の素子と実際の素子の違いというのも考えてシミュレーションします。さらに半導体を使っている場合、半導体の挙動を書いたデバイスモデルというのをシミュレーションに活用します。例えば PN ジャンクションダイオードの正特性を考えてみます。理想的なダイオードの VI カーブというのはこのようになります。順方向電圧が 0V、そして電流は順方向だけに流れてくれると。ですが実際のダイオードは順方向電圧効果というのがだいたい 0.7V とかそのあたりにあります。しかも電流を流していけばいくほど順方向の電圧効果は大きくなっていきます。シミュレーター上ではこのような特性も再現します。さらに動特性についても考えてみます。ダイオードのダイナミックな特性を見てみます。横軸は時間になりました。そして縦軸はダイオードに流れる電流です。理想的なダイオードの場合、順方向の電圧が流れていて、そしてこの時点で逆方向の電圧を加えます。そうすると電流は 0V までストンと落ちて、その後はずっと 0A になると。これはもう理想的なダイオードです。ですが実際にはそうはいきません。順方向に電圧が流れていって、この時点で逆方向の電圧が加わったとしましょう。そうするとですね、こういうふうに電流はストンって落ちるんですけども、逆方向に電流がさらに流れていくと。その後にダイオードの空房層ができていって電流は流れなくなります。このように実際の PN 接合のダイオードはこの PN 接合があるので逆回復電流と呼ばれる電流が一瞬だけ流れてしまいます。実際にこのような半導体デバイスの特性を再現したデバイスモデルを回路シミュレーターの中に組み込むこともあります。今はダイオードでしたが、例えば MOSFET を使う場合はその MOSFET のデバイスモデルを、 IGBT を使う場合は IGBT のデバイスモデルを、その部品ごとに作っていくわけですね。このようなデバイスの動作が電源の性能やノイズ性能に影響します。なのでシミュレーション時からの部品選定が大切です。今は部品だけについて考えてきましたが、部品以外にも考える必要はあります。例えばこの回路の配線の引き回しです。この部分も実は抵抗とインダクタンス成分を持っています。よく言われる話として、銅箔で1センチの線を引くと約10ナノヘンリーくらいのインダクタンスを持つというのは有名です。これを規制インダクタンスと言ったりします。低周波の電流が流れる回路では配線のインダクタンスは無視できます。例えばですが、このコンセントから入ってきた 50Hz、60Hz の電流の部分については無視してもいいかもしれません。ですが高周波の電流が流れる部分では規制インダクタンスは無視できません。特に MOSFET で高速にスイッチングする周辺の回路です。この部分の回路ですね。高周波の電流が流れるのは。そうしますと規制インダクタンスの影響によってサージ電圧が今度見えてきます。なのでこの電流が流れる経路をなるべく小さくして設計するというのが非常に重要になってきます。部品選定以外の回路の配線が原因で回路の性能が悪くなったりノイズをまき散らしたりする原因にもなります。これ自体が電磁ノイズ源になってしまうわけですね。ノイズをまき散らします。使う用途や予算によっては電磁界解析をすることもあります。ノイズをまき散らす回路は製品として販売はできません。なのでノイズの解析とノイズをなるべく減らすための設計というのは特に気合を入れて取り込む重要な部分です。電波暗室といって外部からの電磁ノイズを全て遮断してその部屋の中で設計した機材のノイズを測定します。これ以外にも熱シミュレーションもあります。例えばここに抵抗がありますが、この抵抗に電流を流すと当然ですが発熱します。電流を流しすぎるとこのように発熱してですね、最悪燃える場合もあります。
パワー半導体部分も電流を流せば導通損失、MOSFET がスイッチングすればスイッチング損失が出てくると。この変圧器についても中は抵抗なので電流を流すとやはり発熱します。発熱をどうやって逃がすかはヒートシンクの大きさや回路を収める筐体のエアフロー、そして排気ファンなども含めた電気機械の連成解析をすることもあります。ここまで話してきたような設計とシミュレーションのサイクルを何回も回します。シミュレーションと設計を繰り返して問題点をできる限り潰してから実機の製作に入ります。実機を製作してその性能が良かったら次のステップに進めばいいですし、実機でダメだったらもう一度設計の方に戻ります。そのダメだった箇所を修正してからシミュレーションして、で何回もここで回すわけですね。でもう一度実機に行くと。でこれを繰り返していくわけです。シミュレーションについてもどの程度のレベル感でやるかです。部品のモデルを細かくやるのか、ノイズ熱まで結構詳しくやるのか。基本的に詳しくやればやるほど実機検証での手戻りを少なくできる可能性は高くなります。ただシミュレーションも時間のかかる作業です。数十分とか数時間とか平気でかかります。設計シミュレーション実機の大まかな調整は割と理論にのっとってできる部分がありますが、細かい部分の調整については割と経験則による部分も大きいです。結局シミュレーションをする目的というのは最終的な目標にたどり着くまでの手戻りであったり時間を短縮することです。ですので作る製品によってですね、うまい具合にこのシミュレーションを活用していくわけです。ちょっと長くなりましたが、この後実際に ORCAD P-SPICE を使ってこの実機とですね、どのくらい一致するのかを見てみます。こちらの回路図です。先ほどから何回か出ていますが、フライバックコンバーターの回路です。ここが交流電源、全波整流のブリッジダイオード、そしてキャパシタ、コンデンサーですね。次のページに行くとフライバックコンバーターのメインの回路です。フライバックトランスがあります。この結合のパラメーターとか、あとはインダクタンスのパラメーターとかも全部設定しています。ここに四角い箱がありますが、これが三元電機の電源 IC です。中に MOSFET を内蔵しています。次、フライバックトランスの二次側の回路です。スイッチングダイオードと二次側の電圧フィードバック用の回路なんかがついています。ここら辺もですね、全部デバイスモデル用意してあります。そして電圧平滑用のキャパシタ。こちらキャパシタの ESR を考慮しました。今回は部品に理想モデルを使っても良かったのですが、実際の回路に近づけるために今日のスポンサーのモデックが用意したデバイスモデルを使います。モデックのシミュレーションモデル配布サイトから今回使う半導体のモデルをダウンロードします。有料にはなってしまいますが、モデルがない場合、モデックに作成リクエストもできるようになっています。この半導体のデバイスモデルを使うことで実機とかなり近い波形を得ることができるのではないかと期待しています。実機と近くなると特にノイズ部分の検証なんかがかなりやりやすくなるのではないかという期待ですね。実際にシミュレーションを走らせるとこんな感じです。まずスタートアップ波形。これが電源を入れた直後の波形です。電源を投入してから7周期くらいで電源 IC がスイッチングを始めています。これは始動回路のキャパシター電圧が式位置電圧より高くなったら動作開始という風になっています。こういった動作もシミュレーションできるんですね。電源の投入直後にコンセントから大電流が流れていますが、これは入力キャパシターの突入電流です。最初しか流れません。よく言うコンデンサインプット型の回路で見られる波形です。電源 IC が動作し始めたところを見てみると、なんか問題なく動いてそうな雰囲気です。スイッチングが始まってからしばらく経過したところを見てみます。やはり問題なく動作しています。コンセントに流れている電流を拡大します。入力電流ですね。スイッチング周波数と同じ周期のリプル電流が電流波形に重なっています。こういうのが外部に接続されている他の回路に悪影響を与えたりするんですね。チョークコイルとかフィルムキャパシターとかを電源側に入れて対策したくなります。次は定常状態の波形です。ちょうどわかりやすいので電源電圧が0クロスするところを見てみます。拡大するとこんな感じ。フライバック電圧とサージ電圧が見えています。このサージの大小はフライバック変圧器の変圧比とか、あとは砂場回路の設計によって結構変わってしまいます。このシミュレーション波形だとピークで 360V くらい出ています。そしてですね、サージ電圧が収まった後、フライバック電圧が見えている期間というのがしばらく続きます。今の動作モードは電流不連続モードで動いているので、フライバック変圧器の二次側電流が 0A になると、変圧器のインダクタンス成分と電源 IC 内の MOSFET の CDS で共振状態になります。この IC は疑似共振制御とかは特に
にやっていないので、ドレインソース間の電圧が高い状態でもお構いなしにスイッチングします。シミュレーションが終わったので、次は実機の波形を見てみます。こちらの電流プローブを使って MOSFET に流れる電流を見たいのですが、ちょっと回路を改造する必要があります。このジャンパーワイヤーを回路にハンダ付けして、これを電流プローブで挟むということをやります。ハンダ付けします。こんな感じで実験のセットアップが完成しました。これで実際に各部波形を見てみます。まずは電源を入れて各部波形を見ていきます。はい、こんな感じです。ちょっとサンプリング高くしましょうか。左上が AC アダプターに入ってきているコンセントの電圧、そしてそこに流れている電流ですね。これコンデンサーインプット型の回路になっていますので、ここのちょうど電圧が高いところでピッっていう風にウサギの耳みたいな波形が出ています。こちらの右側の波形についてちょっと拡大していきましょう。これがフライバックコンバーターの波形です。上が MOSFET のドレインソース間の電圧、下の緑色の波形が MOSFET のドレインに流れ込む電流です。ちょうど MOSFET の電圧が0の区間で MOSFET はオンしています。ですのでフライバック変圧器と MOSFET に流れる電流はこのように直線的に増加していきます。その後 MOSFET をターンオフすると一気にですね MOSFET の両端の電圧がこのように上がっています。サージ電圧の成分が出てきています。このサージ電圧の成分については砂場回路で吸収すると。ここのピークの電圧結構高くて 340V くらいあります。サージ電圧を吸収する砂場回路に使っているダイオードが少し特殊です。三軒電機の SARS シリーズっていうんですけども、ダイオードの特性をうまく変えることで、ちょうどここの部分のノイズを少なくかつ効率を上げることができるっていう、なかなかすごい砂場回路専用のダイオードがあるんですよ。それを使ってます。次に実験波形と比較してシミュレーションがどのくらい一致するのかを見てみます。ここが一番期待しているところなんですね。どのくらい一致するかというのが。こちらが今回のシミュレーションに使った回路です。一時停止してみてください。大電流が流れる部分の ESL は考慮していません。シミュレーションと実験結果を比較するとこんな感じです。大まかな傾向は一致していますね。まずターンオフ部分を見てみます。サージ電圧のピーク振幅と崩落線の収束具合はよく一致していると思います。立ち上がりの傾きもほぼ同じです。一致していない部分はサージ電圧の振幅と周波数です。次に二次側ダイオードの電流が0になった後の疑似共振部分について見てみます。こちらはよく一致しています。ターンオンのタイミングが少しずれていますが、これは実験とシミュレーションで生じるズレが原因です。交流電圧の振幅と波形、並活キャパシターの静電容量などです。このように実物とシミュレーションが合わないというのはよくあることです。まずこれ一発目のシミュレーションですから。それを踏まえた上でモーデックにシミュレーションモデルの合わせ込みをお願いしました。こちらが合わせ込み後の回路です。配線の ESL を入れました。変圧器の鉄損などを考慮する抵抗も入っています。鉄損については周波数依存性があるのですが、とりあえずということです。こちらがシミュレーション結果です。配線のインダクタンスが効いてきたので、サージ電圧のピーク値は 30V 程度高くなりました。サージ電圧の振幅はよく一致していると思います。共振部分についてもよく一致しています。モーデックの見解として、まず共振部分は変圧器のインダクタンスと MOSFET のドレインソース間の静電容量が支配的です。その部分については実験とシミュレーションよく一致しています。MOSFET ターンオフ直後の部分についてはプリント基板のパターン、変圧器、MOSFET のリード線のインピーダンスなども含めてモデル化する必要があるとのことです。ですけども、大まかな波形確認ができたので今回はこれでよしとします。なので結論としてシミュレーション回路の合わせ込みがもう少し必要ということになります。余談になりますが、砂場回路部分に使うダイオードを変えるとどれくらいサージ電圧が変わるのかも実験で確認しました。まずは砂場回路用のダイオードです。先ほどから実験で何回も出てきていますが、サージ電圧のピーク値は 330V 程度です。次はスイッチングダイオードの EG01C でも試してみます。先ほどの砂場回路専用のダイオードと比べると明らかにこのリンギングって言いますか、サージ電圧が大きくなっていますね。今回の電源電圧は 100V です。その時に出ているサージの電圧がだいたい 450V。海外だと電源電圧 200V とか 220V で動いていることあるかと思います。この回路の設計で海外版も作ってしまうと、間違いなく壊れそうな感じですね。
というわけで最後になりますが、今日の動画のスポンサーからお知らせがあります。まずモデックです。動画の中でシミュレーションモデルの入手に使ったモデルオンライブラリサービスの他に AI を使ったモデリングソフトウェアの提供やデバイスやモジュールの測定、また熱ノイズ解析による問題の切り分けと対策などのソリューションを提供しています。半導体デバイスからプリント基板、筐体まで一気通貫した解析を提供しています。詳しくは Web ページの方をチェックしてみてください。次は三軒電機です。今回の動画で三軒電機のパワー半導体 IC を使ってみましたが、これ以外にもたくさんですね、ディスクリート部品であったり電源 IC を作っています。それら製品や今回の動画で使った電源の詳細については概要欄のリンクからチェックしてみてください。そしてイノテックです。イノテックはオアキャド製品の販売代理店なんですけども、今回の動画で使用した回路図入力のキャプチャーや回路シミュレーターの P スパイスデザイナー、それらの他にも基板設計ツールや基板解析ツールのソリューションを提供しています。今日使ったシミュレーターの P スパイスデザイナーのキャンペーンも行っていますので、詳しくは概要欄からチェックしてみてください。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。動画の最後になりますが、一見チャンネルを企業の PR に活用するのはいかがでしょうか。一見では製品の宣伝、工場見学、アウトリーチ活動、人材採用への活用など幅広く対応いたします。これ以外にもお気軽にお問い合わせください。動画を作成すればその後は再生され続けて動画が代わりに営業してくれます。やるなら早くをお勧めします。実績や詳細は概要欄にあるメールアドレス、ホームページからご連絡ください。それではご連絡お待ちしております。一見が作ったブレッドボード基板や配線済み LED 製品などの電子工作グッズを販売中です。詳しくは概要欄から。